です。はい、木崎さん、今回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあね、前回から、そのコスチュームでうん、講義をやっていただいていますが、はい、今日はどんなことを教えていただけるんでしょうか。はい、今日は、50歳からのシェイプアップ&ダイエットだから、その、運動面の方について、また今日も喝を入れたいと思います。わかりました。じゃあ運動について教えていただけるってことですね。はい、よろしくお願いします。まあ、前回は結局はウォーキングと軽い筋トレが一番っていうことだったですけども、はい、今日はそういう内容なんでしょうか。そうですね。筋トレ、歩行にも筋トレにも関わってくる、はいまず根本的な話をしたいんですけど、はいはいもう50歳から、本当はそれ以前からもそうなんだけど、特に50歳を過ぎてからのシェイプアップは姿勢です。姿勢ね。いいですか。はい。もうね、そもそも姿勢が気になっておなご体操を始める方が何割だろう、8割ぐらいじゃないかな。そうなんですか。そうです。で、姿勢が気になってるんです。はいはいはい。で、気になってるんだけど、どうしていいかわからないんですね。はいはい。で、姿勢を変えてウォーキングをする、はい姿勢を変えて歩くっていうことになります。わかりました。姿勢を変えて歩いたりすると、やっぱり効果とか違ってくるんですか。全然違います。そうなんですか。全然、まず姿勢からいって、はい。ただ歩くだけでもある意味筋トレになることもあります。なるほど。だから散歩なのか、はい。トレーニングにしたいのかはそこで決まっちゃうから、なるほどね。せっかくやるなら効果出しましょうか。わかりました。はい、いいですか。はい。じゃあその姿勢を変えるための3箇条を今日もお話していきたいと思います。お願いします。はい、ちょっと厳しいけど、まずそもそもあなたちゃんと膣しまえてますか。それ女性みたいですね。はい。男性の場合もね本当はあるんだけど、ここはもうちょっと女性に絞っちゃいますけどね。わかりました。はい。まず膣をしまえる女にそもそもまずなりましょう。で、膣のしまい方に関しては上にあります。ので10月ぐらいのエクササイズだったかなと思いますけれども、ここをまず見てほしいんですけど、大事なのは膣をしまって息ができること。私レッスンで膣をしまって息を吐く、膣をしまって息を吐く、膣をしまって息を吐く、3回言いましたねっていうふうに言い方してますけれども、そもそもこれができないことには姿勢変えられないです。だから始めなの。はい。その膣をしまうとどんないいことがあるんでしょうか。膣をしまうと、中で言わなかったのかな、腹横筋というね、で膣をしまって息をするがくっついてるからね。膣をしまってこう踏ん張っちゃダメなんですね。これは膣をしまって息をしないですね。で、膣をしまって息をしているだけで実は働く筋肉があるからです。それがインナーユニットっていうね、体幹の部分をこう締めていって、しかも安定させる、要するに姿勢安定筋ですよね。体幹部分の姿勢安定筋っていうと、後ろの多裂筋と下の骨盤底筋と、それから上の横隔膜、これがぐるーんとあるんだけれども、簡単に言っちゃうと、膣をしまって息をしているとそれが全部働くんですよ。なるほど。だから膣をしまって息をしているだけで3つの筋肉が働いちゃう。じゃあそれだけで超インナーマッスルトレーニングってことですか。そう、これねなかなか信じてもらえないというか、焦っている女性は体幹を鍛えたいんです、インナーマッスル鍛えたいんですってご入会いただくのよ。で、じゃあ膣をしまえるようになりましょうって言っても、でそれでそこにちゃんと着目してくれる人と、そこを着目せずに体幹って言葉だけに縛られて膣をしまえるようにならない方とで差が出ちゃうんですね。なるほどね。そうするとその膣っていうとすごい女性っぽいエクササイズみたいな感じがするけど、そうじゃなくてもう本当にインナーマッスルのトレーニングなんだってことですね。そこ
体幹の底とうん胸郭の底とうん多裂筋って後ろに背骨を支えている筋肉はいからぐるーんと腹横筋っていうこれ唯一お腹を引き締めてくれる筋肉って腹横筋なんですよ。はあはあはで腹横筋っていうのは膣をしまわないと働かないの。ああ、そうなんですか。これみんな結構知られてないんですよ。ああ、そうなんですか。そう膣をしまって息をができる女になりましょあ、わかりました。で、はいそのためのエクササイズは、上に貼ってあるということですね。そうはいわかです。見てりましたね。はい。で、じゃあ2番。はい腹筋神話の呪縛から離れましょう。ああ、腹筋ね。腹筋は今の時代、男の人も女の人も好きっすよね。なんか私、結構バリバリでこう腹筋鍛えてる女の人多いですよね。そういう人はやらせておきましょあ、やらせてもらう。冷たいっすね。そうですう。か。だって好きなんだもん。ああ、まあね、はい。あれはね、いろいろ見ていると、うんあれが好きなのよ。ああ、なるほど。だからあれが好きな人にはさせておけばいいんですよ。ああ、シックスパッドがね。そう、シックスパックね。あ、パックシックスパッドはダメよ、商品名だから。あ、そうか。あ、そうか。そう、シックスパックに貼るパッドだからシックスパッドよ。あ、そうかそうか。ダメ。でね、私神話と言いましたでしょ。はいはい。で神話だからさ、実話じゃないのよ。あ、まあつまりじゃあ腹筋ってあんまり意味ないってことなんですか。ここで言っちゃいますけど、はい腹筋運動してはいけません。していけない。いけない。なんでいけないんですか。まず私が言ってる腹筋って腹直筋よ。だからこれね。ああ、まあ普通のこう起き上がる。そう腹直筋です、あれは。腹筋群っていくつもありますから、一番奥に腹横筋、その次に内腹斜筋、その次に外腹斜筋、真上に腹直筋、一番アウターなんですよ。アウトね。アウターなんですよ。だからアウターから鍛えちゃうと、アウターっていうのは腹直筋で、そうだな、いろんな筋肉には必ずお仕事があるわけですよ。で、腹直筋のお仕事の分かりやすい説明をすると、格闘技、殴られる前にも、殴る前にもここ締めなきゃできないの。なるほど。で、キックなんかもここ締めなきゃできないんですよ。で、ここ緩めたまま殴られたら死んじゃいますから。死んじゃいますね。ボクサーね。そう。だからああいうふうに防御したり攻撃したりするものなんですよ。なるほど。シェイプアップするものじゃないの。なるほどね。じゃあ腹直筋いらないかっていうと違いますよ。で、私がさっき姿勢を変えましょうって言いましたよね。で、膣をしまって息をして正しい姿勢で歩けば腹直筋は使われるんです。勝手に使われる。そう、だから先に鍛えちゃうと中は使われなくなります。そうなんだ。順番があるんですね。で、膣をしまって息をしますと、まず腹横筋が働き出します。次に内腹斜筋が働き出します。次に外腹斜筋です。腹直筋最後なのね。そうで、逆はないんです。知ってました？いや、知らなかったです。腹直筋先に硬くすると中には一切いかないんです。想像してみて、って腹直筋に力入れた後に腹横筋意識できる？いやー、できないできないの。でね、これね、筋肉にはトリセツがあって順番があるので、だから腹筋神話からもう離れてください。じゃあバリバリ腹直筋鍛えちゃうと、肝心のインナーマッスルが鍛えられないまま終わっちゃうってことですね。わかりました。でね、お腹はで腹直筋っていうのはこういう動きですよね。そうですよね。縮めるんですよ。で、腹は縮めるものではなくて、へこませるものでもなくて、腹は伸ばすもの。そうなんですか。伸ばすもの。ここ長くしていると、これ長い状態、これ姿勢いいですよね。そうですよね。そう、腹直筋使ったらこうできない。こうなる。確かに。こうなる。こうなる。無理なの。じゃあお腹はしなやかにってことですかね。お腹は長くって覚えて。なんかしなやかだと漠然としてない？確かにね。もうこれね、ズバッといった方がいいの。わかりました。腹は伸ばすの。わかりましたか？わかりました。じゃあ続いていっちゃいますよ。はい。3番。ボディメイクは後ろから。後ろから。これ具体的に場所を言いますと、まず
背中。はいはい。これも貼っときます。はい。1月だったね。はい、今年の1月に背中のエクササイズやりましたね。そう。はい、デブとお岩は後ろからやってくる。ですね。そう、あと背中が動かない女はデブで吹ける。ああ、そうですね。言いましたね。はいはい、で、背中で、背中というのは背筋もいろいろありますからね。はいはい。肩甲骨を寄せる筋肉と菱形筋っていうんだっけな。肩甲骨を寄せる筋肉と、それから肩甲骨を下ろす筋肉のことを指してます。ああ、はいはい。広背筋とか後ろの僧帽筋とか背中、背筋って言われる筋肉いっぱいありますけれども、はいはい、ここでは女性のシェイプアップを目指してますので、はいはい、肩甲骨を寄せて下げる、筋肉を指しています。わかりました。はい。それからヒップ。はい。 C ですね。はい。もうこれは当たり前ですね。お尻。はい、お尻の中身は何だ？筋肉ですかね。骨盤です。ああ、そういうことですか。はい。お尻の中身は骨盤です。はいはい。もちろんね、そうですよ。はい、でつまり姿勢を変えるというのは骨格の使い方を変えるということです。ああ、はいはい。で骨盤の向きを司っている骨は骨盤の骨の中でも仙骨と言います。真ん中、はいね、ここの向きが変わるから姿勢が変わるのであって、はいはい、ここの向きが変わるからお尻が変わるんです。あ、はいはい、だから、お尻の筋肉を正しい姿勢でつけていくことでシェイプアップがぐっと加速します。ただ順番が結構あって、背中が開くようになって初めてお尻も使えるようになるので、やっぱり背中お尻なんですね。順番的には。そう。で実際にやっていきましょうね、これね。わかりました。お尻のエクササイズって今まではやってなかったですかね。そうだからシェイプアップのこの5月6月、6月7月の中で必ずやっていきます。わかりました。そうだから背中お尻、次言おうとしてたのがもも裏なんですよ。裏からだから、こう来たらこう来て次大丈夫ですか。ここなんですよ。ね、でここと実はあと中も内ももなんですけど、そのお尻ともも裏の境目が曖昧になってくるとっていう状態になるんだけれども、さっきの姿勢お尻の中身は骨盤でしたよね。で骨盤がもも裏が弱ってくると骨盤が後傾してきます。縮んでくるんですね。縮んで後傾した状態ということは背中どうなってる？ちょっとこうなんかお年を召した方っぽくなんかこう曲がっちゃってますね。つまり猫背。猫背ですよね。そう猫背はなんと首や肩だけの問題ではなくってもも裏と膝裏が縮むともうこれ猫背になっちゃう。そんな下の方が関連してるんですね。もっと言うとアキレス腱が硬くてもなるよ。へえ、そうなんですか。そう、アキレス腱、ふくらはぎ、膝裏、もも裏、尻の裏が硬いから背中が丸くなるんです。そうなんだ。どちら先かって感じですけど、こうなる。なるほどね。でも後ろって普段なかなかこう意識しづらいですよね。そうですね。だからでも集中的に背中、お尻、もも裏、内ももを鍛えていけば姿勢を保てるようになるんですよ。なるほど。その良い姿勢を保って膣をしまって息をするということは結果的に全部つながってるんですけれども、膣をしまって息をすることで、体を体幹を安定させる筋肉を作りながらお腹を伸ばし後ろ側を鍛えている状態を作っていけば自然と歩き姿勢も変わってきます。わかりました。今日は姿勢の大切さ、それから腹直筋は忘れろっていうことと、それあと3つ目、ボディメイクは後ろからですよっていう、その3つですね。そうです。わかりました。わかるな。それをよーく胸に刻みながらじゃあエクササイズを教えていただきたいと思います。そう、膣しまってね。わかりました。息してね。ではまた。